ピッと投げて、ちょんちょんちょんと、アクションと食わせの間を交互に入れながら。よし。これはちょっと抜けないサイズが来ましたね。はい、こんにちは、あれです。今回は月も小さくて潮も良かったので、ちょいと仕事帰りにアジングに行ってきました。潮のタイミングに合わせていいサイズが入っていそうな場所を絞ってのジグヘッド単体でのアジング。果たしていいサイズのアジは釣れたのでしょうか。いつも通り基本的な釣り方を解説しながら釣っていきますので、ぜひご覧ください。またリアルな実調シーンをご覧になりたい方や、僕が最近買って試しているアジング製品をいち早く知りたい方のために、ノーカットの実調動画や最近買った釣り道具を紹介する動画をメンバーシップ限定で公開しています。興味のある方は概要欄のリンクよりぜひご覧ください。さあ、そしたら準備ができたのでアジを狙っていきましょう。今回レンジクロスヘッドギガの 3g でワームがイージーシェイカーの3インチ、これでアジを狙っていきます。でロッドがアジロー 7G の6号のチューブラ、このタックルでいきます。で投げて着水して、もう表層の方からとりあえず探っていきます。よし、表層付近で食ってくれました。よいしょ、それ、よいしょ。ほんとね、いいサイズのアジ釣れてくれました。レンジクロスヘッドギガ上顎にがっつりかかっています。28ぐらいですかね。美味しそうなアジ釣れてくれました。そしてエラの隙間からハサミをねじ込んで円髄の骨をパチンと断ち切ります。そして塩棒に入れてジャブジャブジャブっと揺すって血抜きをします。入れてしっかりと振ってやると血が出やすくなるので、軽く振ってやります。よし。そしてちょっとワームがずれていたので刺し直します。で、針先をチェックして問題ないのでもう一回いきます。ピッと投げて、次もう一回、さっきよりも深く入れます。10カウントぐらい今回ちょっと入れます。でベールを返してちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながら、よし。いやー、ワンアクションで食ってくれました。割といい群れが、バレた、入ってそうって言ったらバレました。もったいない。ああいうちょっとかけ損ないとかをやってしまったらアジが散ってしまうのでもったいないんですが、極力かけ損ないとかを減らして、よし、数を伸ばせるように。ゴンとね、来ました。よいしょ、せーの、よいしょ。ほんとね、釣れてくれました。美味しそうなアジです。27か8ぐらいですね。これはがっつり、丸飲みしています。ここだったらバレることないですね。割とちょっと左の方に投げて、そして5カウントから10カウントぐらい入れたところで連発している感じなんで、そのぐらい沈めてちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながら一定の深さを手前まで探っていきます。ちょっと足場が高くて、足場が高いんでちょっと 3g ジグヘッドの方が使いやすいかなというんで 3g 使っています。これはちょっと大きいな。これはちょっと抜けないサイズが来ましたね。ちょっと網があるんですくいます。ちょっと画面からフェードアウトするかもしれませんが、入ってない。引っかかったか。いや、ちょっと苦労しましたがなんとか取れました。尺ちょいかと思ったら30後半ぐらい、ありました。しかもめちゃくちゃ超えていて大きいです。出ても尺ぐらいかなと思ってたんですが、いいサイズ出てくれて、いやーラッキーでした。じゃあもう一回ちょっと今のサイズが出るように同じところ狙っていきます。再現性あるかな、あのサイズ。残念、当たりがない。ピッ5カウントぐらいさっきまで探ってましたが、もうちょっと入れようかな。次15ぐらい入れてみようか。
15で糸付けを取ってアクションと食わせの間を交互に入れながら、よし探っていきますって言ったら、もうアクションに立ったの食わせの間のタイミングでツッとめくってくれました。よいしょ。ちょっとね、美味しそうな味連れてくれました。まあちょっとさっきのが大きかって、この味が小さく見えてしまうんですが、十分立派なサイズです。美味しそうな味です。ヒット。投げる方向をちょっと変えたりとか、あとはまあ探る深さを変えたりとかして、さっき15で当たったんで、もう一回15カウントいきます。よし。で、ベール返して糸付け取って、ちょんちょんちょんとアクションと食わせの。よし。あ、魚が沈みましたね。15入れて、アクション入れた後の食わせのまで、今度ね、食ってくれました。もうワンアクションでいきなり食ってくれましたね。ただサイズは、よいしょ。26、7ぐらいですね。サイズは。よく超えていて、美味しそうです。さあ、そしたら、もうだいぶいい感じでもうパターン掴んできましたね。釣れなくなったらちょっと投げる方向を変えて、そしてさらに探る深さを変えて、アジを探していくっていう風な感じでやっていくと、うまく連発しているっていう風な感じです。もう一回15カウントで再現性出るかできます。でもさっきの30後半の35ぐらいかな、何センチか、ちょっとメジャー当ててないんでわからないんですが、あのぐらいのやつも1本ぐらい釣りたいですね。よし、ファーストフォールで食っちゃった。もうこれは、どこにかかってるかわからないので、お祈り案件です。もうバレないでくれと祈りながら巻いていきます。よいしょ。これ重たい。よいしょ。ちょっとカメラ外から抜き上げました。32ぐらいあると思います、これは。あらら、ワームがちょっと外れてしまったんで、もう一回、ポケットにちょっと今、忍ばせてるんで。よし。いい感じでイカの目に効いてます。で、もう一回ちょっと同じところ狙います。だいたい3グラムを投げて15カウントぐらいのところで、アジが溜まっています。反応がないか、ここは。ちょっともう一回微調整していきます。あら、反応なくなったか。今、2、3投して反応がなかったんで、ちょっと今、イージーシェーカーのクリアシャートリュースグローですかね。この黄色っぽい色でやっていましたが、当たりなくなったので、ちょっとワームのカラーを別に変えたいと思います。それで試してみて釣れるかどうかやりたいと思います。さて、そしたら、クリアシルバーグローですかね。このカラーに変えました。これでちょっと釣れるかどうか、いきます。今、釣れなくなったのは、ワームの色が悪かったのか、それとも、ただ魚がいなくなっただけなのか。ワームのカラーというのはやっぱポイントによって効きやすいカラーとか効きにくいカラーとかやっぱポイントによって結構癖があったりするので、ある程度クリア系で何種類か持っておくとか、そういった感じで僕はやっていますね。ちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながら探っていきます。でも反応がなくなりましたね。ちょっとアジが付き場が変わったかもしれないですね。よし、じゃあもうちょっと投げる方向を変えて探っていきます。もう5カウントぐらいちょっと今度入れるとこ変えてやっていきます。食った。表層付近で投げたら釣れましたね。これもよく引くけど、どのぐらいかな、サイズ的に。これも重たい。ちょっとね、あまりこういう竿で抜き上げたくないんですが、よいしょ、ちょっとまたカメラ外から抜き上げました。ほんと、尺ぐらいのサイズですね。釣れてくれました。これも美味しそうなサイズです。スンと締める。尺味でも簡単に締めれるウニ切りバサミ。ウニ切りバサミですけど、アジめちゃくちゃ締めやすいので、ずっと僕愛用しています。さあ、もう一回ちょっと同じところ投げてみて、これでもう反応があったら再現性も出るということで、この場所でよく釣れるカラーが、シャンパンピンクと、あとクリアシルバーグローですかね。そのカラーの2つがよく釣れて、ちょっとチャートが入ったカラーは、ここはあまり反応が良くないということで、一つの判断できるかなと思うので、この辺りカラーは本当ポイントによって癖があるので、クリア系とグロー系を持っていって、それで、その中で反応がいいカラーを使っていくみたいな感じで僕は組み立てています。
僕はそれで、もうちょっとこだわったらカラーローテとかいろいろやったらもっと今より超過が伸びるのかもしれませんが、そういったカラーローテをするよりもやっぱりアジの生態を把握してその季節に合わせたポイントを選んだりとか、そういったことをやる方が僕は大事だと思っているので、カラーローテとかよりはそっちのポイント選びとかそういったところを優先的にやっております。よし、これは合わせが遅れた。食わせの間のタイミングでコップ食ってくれたけど、これちょっと合わせが遅れたんで、もしかしたらバレるかもしれないですね。抜き上げの時に落ちそう。よいしょ。大丈夫。これはがっつり喉奥にかかってくれてました。いや、よかった。だいぶアジがいっぱいになってきましたね。このサイズはやっぱドンと大きかったですね、今回釣れた中で。さあ、そしたら、このポイントで、よく釣れる、ジグヘッドの重さとか、あとワームの種類とカラーとか、そういったのも、だいぶ分かってきたので、ちょっとこの後せっかくですね、いい感じでアジが釣れているので、新発売されたワームとかいろいろちょっと今回持ってきているので、そういった検証などもしながら、いろいろと楽しんで釣っていきたいと思います。じゃあ、頑張ります。さあ、あの後、いい感じで釣れ続けてくれて、尺アジ見山状態になりました。中には40センチ近いサイズのアジもいて、いや、いい感じでクーラー満タンになったので、今日は終わりたいと思います。じゃあ、帰ります。ただいま帰ってきました。いや、今回最初に狙っていたサイズよりもちょっと大きいサイズがたくさん釣れてくれてめちゃくちゃ楽しかったですね。いや、まさか尺以上のアジがあれだけ出るとは思ってなかったのでラッキーでした。で、僕の晩酌のアジはこの2匹になります。丸々と超えていてめちゃくちゃ美味しそうです。サイズもよく聞かれるので一応メジャー当てますが、だいたい下の方が37センチで上が36センチになります。で、まだ何をして食べようか決めてないんですが、とりあえず先に下処理だけやっておきます。で、まず最初にエラを取っておきます。指を突っ込んでつまんでプリッと取ります。そしてお腹を開いていって内臓を出していきます。抱卵が始まってますね。やっぱ産卵のアジですね。ただ卵は入ってるけど、この辺りは脂がついてますね。よいしょ。特に内臓は入ってないですね。この辺りも脂がしっかりついてます。細い方のアジでこれなんで、太い方はもう少し脂がついてそうです。じゃあ太い方もやっていきます。このぐらいのサイズになったらゼイゴがもうこの辺りまでガッとごつくなるので、さばく際は怪我しないように注意してください。さあ、このお腹、こいつも卵が入ってるかもしれないですね。さあ、どうかな。これは卵入ってないですね。卵が入ってないけど脂が、これすごい。さっきの抱卵個体も油は入っていましたが、うわこれの方がもっとやばい。もうこの油ちょっと思わず笑ってしまうぐらいベッタベタな油が入ってます。すごいな。なかなか運動不足な個体ですね。これはお腹入ってますね。うわー、小魚をすげえ食ってる。こういったカロリーの高い餌を食べないとなかなかアジも育たないので、主食としてやっぱりこういった小さい魚よく食べてますね。時期によったら網類とかも好んで食べてる時期もありますが、基本的にああいった小魚系を食べていることが多いですね。もうこの辺りまで油が入りまくりです。で、水でしっかりと内臓を洗い流してやって、油がすごい。これだけ油が入っていたら、ちょっと数日間熟成させて油を回るようにした方が美味しそうですね。何して食べようかな。ちょっとね、考えます。そして内臓とこのエラの部分にキッチンペーパーを詰めてやって、キッチンペーパーとラップで巻いて数日間冷蔵庫で寝かせます。さあ、2晩冷蔵庫で寝かせました。ちょっと尻尾がカピカピになっていますが、いい感じで熟成できると思います。で、今回はこのメタボなアジを味出し茶漬けにしていただこうと思います。ではまず鱗から取っていきます。水を流しながら取ったら鱗が飛び散りにくくなるので、軽く水をかけながら取っていきます。割とアジをさばいた後、台所が鱗まみれになって
床にちょっと鱗がいっぱい落ちてるというふうに最近ちょっとクレームがあったので、散らさないように気をつけながらしっかりと取っておきます。そして頭を落として、でこの頭も出汁を取るのでかぶと割りにしていきます。頭は出汁を取るようで置いておきます。そして半分を焼いて、そしてもう半身を刺身にして茶漬けにしていくので、片方だけゼイゴを取っておきます。このサイズになったらやっぱゼイゴが大きいですね。こんな感じでがっつりと上の方までゴツゴツのゼイゴです。反対側の皮を剥ぐ方はゼイゴを取らずに軽く包丁で切れ目を入れていきます。そしてこの背中側の皮をつまんでピリピリっと剥いでいきます。そして背中側から包丁を入れて、こちら側からも包丁を入れて、骨の上からスッとパスンと断ち切って、そして片方いけました。いや、いい感じで身が真っ白。そして反対側は背中からスッと包丁を入れてやって、でお腹側からもスッと包丁を入れて、そして背骨のとこから骨に沿わせてパスンと断ち切ります。綺麗、身は真っ白。これで三枚おろしできました。で骨は出汁を取るので、もうウニ切りばさみでちょきちょきっと切っておきます。でこの関節のところにハサミ入れたら簡単にパツッと切れるので、この関節のところにハサミをスンと入れてチュキンと切っておきます。でヒレもちょっと焦げやすいので、ここはハサミで切っておきます。そして頭のところもヒレだけはもう先にパスンとチョキチョキっと切っておきます。味しめだけでなく料理にも使えるウニ切りばさみ、いろいろ便利です。そして熱したコンロに骨と頭を置いてやって軽く焼きます。でその間にあばらを薄くすいてやって、この辺りも軽く薄く切ってやって、そして血合い骨を抜いていきます。一本一本血合い骨、手間ですが抜いていって、食べる部分が多くなるようにやっていきます。で指で触って抜けてるかチェックして、こうなった。よし、これで OK。 さあ、アラもいい感じで焼き上がりました。でアラをお鍋に入れていって、これで沸騰させて出汁を取ります。塩焼きにするアジのちょっと多いんで半分に切ってやって、軽く塩で味付けしてやって、事前に予熱したコンロにのせて5分ほど焼きます。ご飯の上に軽く塩昆布をかけていきます。全体にうっすらとのせてやって、こんなもんかな。でアジの刺身を薄く切っていって、周りに盛り付けていきます。さあ、これで刺身の盛り付けできました。いい感じでアジが焼けました。刺身の上にアジの塩焼きをのせて、そしてこれでだしをかけたら完成ですが、だしは食べる直前にかけます。そして仕上げに先ほどのだしをちゃーっと周りにかけてやって、ネギを振ってやって、これでアジのだし茶漬けの完成です。それではいただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそう。まずはこのお刺身からいただきます。うまい。アジの骨で取った出汁と合わさって、これはめちゃくちゃ美味しい。刺身にさーっと出汁をかけることでアジの臭みが抜けて、やっぱり美味しいですね。余分な脂も落ちているので結構さっぱりしていて両方食べれます。うめえ。箸が止まらなくなるけど、ちょっとその前に喉が渇いたので日本酒いただきます。今日は日本盛りさんの純米大吟醸生原酒、こちらいただきます。
ィッシングショー大阪でいただいたお土産のお酒になります。ありがとうございます。めちゃくちゃいい香り。いただきます。いや、めちゃくちゃすっきりして美味しい。これは味料理にめちゃくちゃ合いますね。この純米大吟醸とお米をすごい磨いてあるお酒になるので、フルーティーというかすっきりした飲み口になるお酒が多いんですが、今回の味そのものを生かすような感じで、より美味しく食べれます。うまい。で、実は他にも純米吟醸と本醸造、こちらもいただいていて、今回飲み比べをしようと思っていたんですが、撮影前に全部飲んでしまって、すいません、もう空っぽになりましたので、今日はこちらの純米大吟醸の生原酒のみで、いただきます。で、次は塩焼きの方もいただきます。身がふわふわで塩焼きも美味しい。で、ご飯と一緒にのせて、美味しい。やっぱ今回すごい脂が乗っている味だったので、一回焼くことによって余分な脂が落ちて結構さっぱり食べれますね。で、皮とご飯と合わせて一緒にいただきます。最高。で、これらの出汁が染み込んだご飯もうまい。いや、これ本当コンパクトでアウトドアとかに持ち運びできる用として作られたお酒みたいなんですが、釣りの時も持って行って飲みたくなりますね。お酒を飲みながら釣りをしたら酔っ払って転落する可能性があるのでちょっとやめときますが、キャンプとか行く時とかこういったお酒プッと1本持っていくのもいいですね。いやー、美味しいなー。今回味のだし茶漬け作ってみましたが、この刺身と塩焼きを乗せて、そしてその上にだしをかけるという、味を全ていただくという感じで、本当この食べ方いいですね。美味しいです、めちゃくちゃ。そしてお酒もクイッと。いやー、ちょっとね、お酒も美味しくてノンフェースが上がって寄ってきましたが、残りこの味の茶漬け丼堪能しながらお酒と一緒にいただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回は仕事帰りのお手軽アジングで釣った尺アジを味茶漬けにして美味しいお酒と一緒にいただきました。ちょっと当初予想していた以上の大きさのアジがかかって取り込むまでに時間がかかりましたが、なんとか釣れてくれたので良かったです。短時間での長考でしたが、狙ったタイミングでいいサイズが釣れてくれたら嬉しいですね。尺アジのカツ釣りを楽しむことができました。そして今回は味茶漬けを作りましたが、これもめちゃくちゃ美味しかったですね。熱々の出汁をかけることで余分な脂も落ちてさっぱり食べれるだけでなく、日本酒とも相性良くて箸とお酒が止まりませんでした。今回飲んだ日本盛りさんのお酒は小さい飲み切りサイズのお酒がいろんな種類があるので、いきなり日本酒720買って飲むのはちょっと多いなと思う方も手に取りやすいと思います。特に純米吟醸や純米大吟醸の生酒はフルーティーな味なので、日本酒の初心者の方でも飲みやすく、さらに味との相性もめちゃくちゃいいので、ぜひ飲んでみてください。さあ、春になっていいサイズのアジが釣れ始める地域も多いと思いますので、ぜひ春のアジング楽しんでくださいね。今後もアジングに関する濃い情報発信を頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄もスワイプしてハイプで応援もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が、累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。